始まりました。今日は普通にトートした作ってきました。ようやくいやもうでも結構連続で出てるはずなんですよ、この回は。まあ確かにね。今日はですね、珍しくジャンドです確かに珍しい。はい、はい、ジャンドの回っていうのを取りまして、そこでやったやつをあれこれいいじゃんってなって急にアイデアが湧いてきて速攻で作りましたというなるほどなるほど、はい、感じになります。気に入ったと。気に入りました。はい、はい、だから意外とね、これどうですかって言われて気に入ったら即やっちゃうっていう事実としてあります。はい、はい、まず戦争檻タンティスになります。これまたなかなか珍しいやつ来たっていうね。こいつもね、なんと時代が追いついてきましたこいつはね、時代が追いついてきた系。そうですね。はい、そうだと思う。まず能力説明させていただきますと、ジャンド6マナです。はい、6マナジャンド、しかもジャンドみたいな、ジャンド6もう弱そうみたいなさことになるじゃないですか。普通はね、なるんすよ。そうだったんですよ。そう昔ならそうだったんですよ。そうで、55警戒到達です。はい。で、各戦闘でクリーチャーは全て攻撃してくださいと。で、クリーチャー1体があなたかあなたがコントロールしているプレインズウォーカーを攻撃するたび、こっちに打ってきたらこのタンティスの上に11カウンターを1個置く。1体がってことは1体殴ってきたら2個置く。ということで合ってますか？合ってますよ。という能力なんですが、でも当然語録です、カジュアルです。今回は、だからこのカジュアルで遊ぶというところが時代がというポイントでございますので、はい、カジュアルの時代が到来したと、世の中はもうカジュアル黄金時代ですからね。まあそうですね。ということでこいつを今日はやっていくんですが、はい、どんなコンセプトか、まずチューファッティ入れますまずトークの部分から言いますと、能力説明します。相手に最初に、なるほど、戦争しましょうっつって言い出しますなるほど、この人カジュアルだなとまず見せつけておくと、まずとりあえずこいつ能力簡単です、戦争しましょうこっちで殴ってくると一応11カウンターこいつに乗っちゃうんで微妙に殴りにくい設計ではあるんですよね。設計ではあるんですよ。はい。でもただ別に殴ってこれるんで、そうね、戦争しましょうって言います。はい。で、チュワッティ入れるわけじゃないですか。チュワッティ代表的なので言いますと、オヘル・カスレム。定番ですね。はい。定番何回も紹介してるんですが、オヘル・カスレムはチューファッティ最強です。今おそらくチューファッティの頂点に君臨してると。はい。やばいです。バグってますこいつ。一応説明しますか。はい。緑の5マナー6号でトランプルです。はい。でダメージを与えるたび、戦闘ダメージを与えるたび、その点数に等しい枚数めくって、クリーチャーか土地を出せると。でライブラリ残り下に送る。で死亡したら土地になって。でまた何マナか払えば戻ってくるっていう、意味わかんない無敵すぎるこいつは今後カジュアル投資やられるんでしたら、こいつは 100% 必要なんで、デッキの数も必要ですこいつは緑のデッキのコンセプトが合ってればだよ。いや合ってなくても入れる多分入れないかかなり強いですよこいつ。強いことは間違いない。はい。であとこのデッキにあったチューファッティは結構いるじゃないですか。まあね。特にこのデッキに特化したやつを言いますと、協調艦隊の荒廃者っていう好きだなよく出てくるんですが、いわゆる3分の1マン、3分の1失うんですよね、プレイヤーがライフを、3分の1失うっていう、だ結構ライフ削れますんで最初に出したら、そうですね。でしかもこいつ44の威迫摂氏、超ブロックしにぎ戦争が始まるとそうね、ブロックされにくい、かなりいいですよね。であとこの戦争に向いてるクリーチャーっていうのをティームさんに教えていただいたというか、こいついいじゃんっていう、クエスティングビースト、こいつをまさかね逃走者で使う日が来るなんてね思わなかったんだけどこいつはね4マナ44警戒摂氏速攻すげえ強いスタッツはめっちゃ強いですね。化け物ですねでパワーが2以下のクリーチャーによってはブロックされない
ジャンプされにくいってことね。あなたはコントロールしてクリーチャーが与える戦闘ダメージは軽減できない。実はそんな効果ついてた。これやばくないですかこれ。そんな効果ついてたねこれ。だってってことは一方的に飲むってこと。そうなるね。なるほど。これ重要ですよ。これ重要なポイントですよ。重要なポイントだなそれ。はい。ノーム受けないよ。ノーム打ったとしてもこいつだけは一方的に倒せるってこと？すごいっすね。で、戦闘ダメージ与えたら、まあ、4点ですよね。4点だったら4点与えたら、その4点をプレインズウォーカーに飛ばせるっていう。まあそこはもうインクの趣味だけどね。能力なんですが、そんなのをチューファッティ、いっぱいどんどん入れてくんですよ。いっぱいいます。チューファッティなんて、今チューファッティめちゃくちゃどんどん強化されててどんどん強くなってくんで、例えばね、最近強化されたチューファッティで言いますと、コスモスのモンとアレクシオス。これはチューファッティなのかみたいな感はあるけど。これチューファッティっすよ。こいつはね、4マナ44トランプルで、可能なら攻撃しなきゃいけないと。で、生贄に捧げられなくてオーナーを攻撃できない。で、各プレイヤーのアップキープの開始時にそのプレイヤーのコントロールを移すんですよね、各プレイヤーにね。そうすると11カウンターを1個置いて速攻を得る。これチューファッティですよ。これ4マナ44トランプルに見えますけど、出したら4枚出すじゃないですか。どんどんでかくなっていくからね。でこれ次のターンもう55のトランプル速攻で、次66のトランプル速攻で7のトランプル速攻で帰ってくるときは88っすよ。あ、違う、自分のときは増えないのか。あ、増えますよ。ずっとだって移り変わってくるでしょ、こいつコントロールが。そうっすよ。これチューファッティじゃないですか。やばいっすよこいつ。しかもこいつは選択権がないのね。選択権がない。必ず移り変わらなきゃいけない。スライサーみたいな。スライサーはもちろんね、このデッキにね、入れてもいいと思うんですよ。究極的にはこのデッキはライフを削って勝つになりますから、ライフが削る能力が高いカードはまあいいということですね。これ何がこれアレクシオスいいかって言いますと、戦争が始まるんですよ。そうすると移り変わる。移りますよ。戦争始まってるんで。こう殴りに行くんですよ。ブロッカーいないんですよ。トランプルなんですよ。移り変わるんですよ。ブロッカーいないんですよ。絶対通る。絶対通ってでかくなってってライフなくなっちゃうっていう。そうね。こいつ強いと思うけどな。使ったことないんですけど。理論上は強そう。理論上強そうです。で、同じ理論でスライサー。まあスライサーは3枚出してね、それ殴って通って移り変わっていくということで、今の理論で移り変わっていっても通るんで、はい。で戦争に強いクリーチャーっていうのが並べてきます。他にも何体かいるんですが、おすすめとしましては航海士ターンガース、よく出てくるんですけども、4マナの55で2体以上のクリーチャーによってはブロックされない。で、なんとこいつがタップ状態だと各戦闘に参加できちゃうっていう、よくわからない能力ですね。よくわからない能力がついてるんですが、じゃあ参加しますって言って、これ自由です。しかも自由に参加権利あります、こいつは。はい。他のプレイヤーが戦争始まったら殴りましたと。じゃあすみません、参加しますって。なぜか参加すると。しかもブロックするクリーチャー相手はいないって。いうことが起きると。起きますね。起きますよね。起きますね。こいつかなり相性がいいです。で、一応相性がいいカードとしてグリッササンスレイヤーっていうスタンのカード。これもスタン落ちしないですね、こいつはね。はい。で、こいつはグリッササンスレイヤーは3マナ33先制接種。地上の戦闘では最強だと。最強。かなりいいですよね。これプレイヤーにダメージ取るとエンチャ破壊かカウンターを3個取り除くかワンドローワンルーズなんで、まあ大体ワンドローワンルーズ選ぶと思うんですけど、まあね、はい、まあ、厄介な置物ある場合は一応割れるという。で、ドロスとしてはかなり優秀なんで、最初の手札を回すカードとしても使えますし、いいですよね。いいですね。かなり相性がいいですよね。で、そんな感じで今言ったようなチューファッティを、最後チューファッティじゃなかったですけど、確かにね、確かに相性のいいカードをね、クリーチャーをどんどん並べてきまして、多分25枚から30枚ぐらい入っとるな。入ってます。入れると思います。います、結構調べると。お好みのチューファッティ入れていただいて、好きな生物入れていただいてってことね。カラクトが。で、殴り合いをするわけじゃないですか。
殴り合いするとなんとね相性のいいカードっていうのがありまして、まず極悪な2人組、対戦相手のダメージ2倍。これはなぜかだから対戦相手同士がこう付き合うと倍になってるっていうよくわからない現象が起きると。僕は殴っても2倍ですからね。そうね。こいつは、あと傷の反射、やべやべ。対戦相手のライフが2倍失うっていう。さすがにこれ貼ったらさほぼこっちに来るんじゃないかみたいな。確かにね。こっち来たら、でもこっち来たら一応ブロックできますけど、いや1体ブロックできる。1体ブロックできる。皮抜けてくるから。そうですね。これあとまずいですよ。まずいですけど殴り合いですから。まあまあちょっと聞いてください。もう1枚あるんですよ。デスキスっていうね。こいつね、こいついいよな。6マナ55で対戦相手が対戦相手に殴りに行くと攻撃が2倍です。みたいな。そうなんだよな。2倍になります。で一応怪物化みたいなことができるんですが、怪物化すると思想できるっていうおまけの能力、このデッキでは結構使うかもしれないですね。最終的なところが使うかもね。で今話にありましたが、ダメージ2倍にすることによって、こっち殴られてきたら困るじゃんっていう話がね、あるじゃないですか。傷の反射を置いたら、こっち殴られてきたら困るじゃんと。そういうことではないんです。これは戦争するのです。マリーシとは違うんですよ。そうしてるわけじゃないんです。これは戦争する。こっちは殴られてくることも覚悟の上です。そらそうなんだけど。これ本当に同金の殴り合いなので、計算に入れてるんで、一応ね自分のライフも減らすっていうのも結構重要なんです。でかいやつ、例えば66以上のやつは殴ってきたらカウンター乗ったら食らっちゃうんですね。7点とかのやつはね食らっちゃうわけですよ。それはアマンチで受けるんです。あえて受けるんですよ。受けることによってヘイトが上がんないんです。そうするとこいつは除去されません。なるほど。だからあくまで同じ土俵でやってますよ。同じ土俵でやってますよってふりをします。まず同じ土俵で今戦争してるんですよっていうことによってオレリアのようなみんなに戦わせて自分だけドローしますよみたいなことではないんですよ。なるほどね。みんなで戦争してますよねっていう雰囲気をまず出します。なるほど。はい。で、あとはドローです。ドローはトスキとかオーランの攻撃版みたいなダメージ通ったらドローは絶対通るんでダメージが。まあね。基本みんなアタックいっちゃってるからね。いっちゃってますから。で、あとはパワー3章。でかいからねこれは。パワー3章はなぜいいかって言いますと、これ流された場合ね、流されるの前提でみんな戦ってるわけじゃないですか。まあ戦争始まってるんでどっかで流されると思うんですよ。流されたら1対1をファッティ出してパワー3章打てば回復できます。こっちは。まあ確かにね。それも踏まえた上でパワー3章がいいんじゃないかっていう感じになります。で一応1枚ちょっと相性がいいカードとしましてトゲのある研究っていうインスタントがあるんですが、これは5マナの黒のインスタントで X 枚カードを引いて X 点ライフを失う。X は戦場か逃走者領域にあり、あなたがオーナーである逃走者のマナ総量に等しい。なんで6枚引いて6点を失うというカードになるんですね。これはミソなのが6点食らった方がいいんですよ。ライフを均等にしてるように見せなきゃいけないんで。なるほど。6ドロしてますけどね。6ドロしてますけど、ライフ6点減ってるように見せた方が痛えなって言いながら苦しそうなふりをするんです。6枚引いたら苦しくないだろうみたいな。これはね見事にねハマります。これ一見ですよ。一見こっちは殴ってこれるんですよ。思想と違って。そうだね。マリーシはヘイトマックスなんですよ。でも勝てるんですけど強いんですけど、タンティスはなんと殴ってこれるんですよ。そうね。あくまで選択として殴りにくいだけで。まあ殴りにくいから他殴るかってなるんですよ。自分で選んでるから。一応。一応なるんで、ほぼオール思想と一緒ですこれ。ほぼオール思想されてますみんな。あ、そうか。でも威迫クリーチャーとかは普通に来てもおかしくない。じゃあ食らいますよとか。そういう意味で言うとだから結局アタック的な総量は減るから。威迫クリーチャー来てもこれ11カウンター乗るんで。11カウンター乗るのかとか言いながら。で実際出します。まず
まず6号出しました、出して戦争始まりまして、最初は除去される心配っていうのもあったんですね、回す前は、でも回した後に気づきました。除去を打つかどうかとか以前に、いやー戦争終わらしたくねえんだよなーっていう人が現れましてこいつ今ちょっといなくなってほしくねえなーっていう人が逆に現れました。なるほど、はい、なるほど。かなりヘイトが低いです、こいつは。意外と意外と考えてみたら、そらそうかと。はい、だから戦争してることに対して一切異論ないんで、なるほど、みんな戦争してるんで、だって、平等だと。はい、平等に戦争してるんで、異論はないはずなんで、まあ6マーなんで乱犯呪文ですよね。ある程度入れなきゃいけないわけじゃないですか、出ないわけじゃないですか。こいつをメインで考えないんですよ、そもそも。乱犯しまくって2回目出してとかしません。1回です。もうチャンスは1回。はい。ファッティ、中ファッティ並べて殴ります。で、殴っていきます。で、普通に戦ってます。普通に何もしないで。で、ある時突然、戦争を始めましょうかって言い出します。はい。なるほど。言い出します。で、戦争が始まります。ここが戦争のチャンスだっていう時に出します。で、流されたら、中ファッティ1枚抱えておけば、復旧できるわけじゃないですか。なんで、復旧したらもう一回チャンスあるかもしれないっていうのもあるんですが、もし、こいつが出せるものまでいかなかったりとか、出せなかったりとか、いなくなっちゃったりとかしても関係ないんですよ。こっちは中ファッティ展開して殴ればいいんで結局あんまり関係ない。戦術的にはあんまり関係ないっていう。闘争者に依存してないデッキは構成になってるんですね、そもそも。で、戦闘をできればですよ、強要したいんですよ。できれば強要すると楽しくなるし、お得なこともあるんで、今ここでようやくフィニッシュカードの話になっていくんですが、まず圧倒する暴走、パワー3章6ぐらいが平均値だと思いますので、6で全体修正かければ、戦争しててみんなライフ減ってって同じぐらい減ってるんですよ。でもちょっとだけ自分が多いんですよ。自分だけ25とか20の時に相手は10とかなんですよ。ちょっとだけ多いみたいな状況で打てば決まりやすいじゃないですか。確かにね。はい。で、あともう1枚は壮大な決戦。はい。これは今の状況で言いますと、そこで打つと相手は相手殴りに行かなきゃいけない。で、こっちは最後の1人を殴ればいい。ってことになりますよね。まあね。で、一応ボードは入れてもよかったんですが、8マナまでいかない可能性もあります。あんまり回すカードが入ってないんで。なんで、ボードは好みですね。入れてもいいし、多分入れなくていいと思います。8マナはいかないと思います。代わりに、ソーランの大祭という。まあ、ジャンドですからね。ジャンドですから。はい。これ、ソーランの大祭は、これ、いきなり戦争してる最中に、ライフが半分になりだすと、みんな慌て始めます。どうしよう、どうしようってなります。まあ、そらそうだよね。はい。この混戦誰が制すんだみたいな。タンティスちょっと殴りづらいなとか言いながら。はい。っていう状況で、最終的に結構 4,5 枚これは入れるんですが、フォグですね。僕の今最近流行り中のフォグで試合を決められます。これはマリーシと一緒です。確かにね。最後の1ターン2ターンで、この殴り合いの攻防になるんですよ。その瞬間にフォグで一旦すらすことによって話が全然違います。そうだね。はい。そらそうだ。違いますよね。そらそうだ。そうなんですよ。で、おすすめのフォグカード1枚ちょっとここで紹介したいんですが、暗黒というカードがあるんですけども、フォグのタイムシフトじゃないか。なんとこれ再録されて結構お安くなってますんで、黒1マナでフォグできちゃうという。そうですね。これいいですよ。いいですよね。これ使えるようになりましたんで、黒だと使えるんで、おすすめです。はい。そんなんで勝ってくんですが、いかがですか、このデッキ。これいいと思うな。めちゃくちゃヘイト低いです。そこがポイントだよね。ポイント、こう守るカード一切入ってないんで。言うてだから一応平等に見えるから。そう、平等に見える。見えるから。平等に見えるんですよ。本当に。まあいいかみたいな。そこがね、オーレリアとかマリーシとかとは違う、ね。違って。そう、デスキッスとか出たら、普通対戦相手が対戦相手殴り行きませんよ。
でもタンティスいるからあっち行くと2倍だしお得だなとか言いながら全然お得じゃないんだからそれ全然お得じゃない思いっきりが思想されとるのと一緒だからこれなんて思想じゃないんだけど思想デッキというもちろんね思想のカードも結構相性いいんで入れてもいいと思うんですよ、入れてもいいと思うんですけどね、そうすると多分だからちょっとヘイトの問題が生じると思うんですよね、入れてもいいんですけどね、ありますよ、カラジカールとか入れてもいいと思いますけど、こいつは楽しいと思います、いいでしょこれこれいいね、これいいですよね、いいねだからもちろんね高評価80いったら公開しますんでこれぜひやってほしいんでカジュアル最近ハマってますねそうですね、カジュアルばっかり公開してますけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうちょっと上の卓をご要望されてる可能性もないとは言えないけど、いや流行りはそうなんで、でも世界とかもう実際流行りはカジュアルなんで、当然ね、裾野が広いですから、そうですよ、新しい新規のプレイヤーとか入ってきてもらわないと当然廃れるんで、そうですよね、参入障壁が低い、そんなにお金かけなくても楽しく遊べるよっていうところをしてきませんと、そうですよね、それでそうやっぱりカジュアルで楽しんでいくっていうのが主になってきますよね、今後、カジュアルを押してきますんでどんどんまあすでに押してるけど押してるねまあこいつに入りそうなチューファッティありましたらコメントしていただけると、オフェルカスレムを超えるやつがいるかもしれないオフェルカスレムよりこいつのが強いぜっていうのいたら教えてほしいですねあとチャンネル登録、お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。